一人で旅行に来ていた女性。素敵な街並みに感動し、動画撮影をしながら歩いていると、道端で身動きすることのない一匹の子猫を見つけました。子猫はずっと下を向きながら座っており、目が開いてないようで、孤独でかわいそうな様子でした。通りを行き交う人々は子猫に気づいているはずですが、誰も立ち止まりません。女性は猫が好きではありませんでしたが、誰も気にかけない子猫を放っておけませんでした。しばらく迷った後、勇気を出して子猫を撫で、宿泊していたホテルに連れて帰ることにします。ホテルで水を与えようとしましたが、子猫は全く飲む気配はなく動きませんでした。そのため女性は子猫の命が危ないと思い、地図で調べた近くの動物病院へと子猫を急いで連れて行きました。獣医さんの診察で子猫には目と鼻に重度の感染症があることが分かりました。獣医は女性に子猫の健康状態が悪いと言い、薬を処方し、少し食べ物を与えました。子猫は美味しそうに食べ、食欲があった子猫の様子に女性は安心しました。子猫の健康状態が悪いため、女性は旅行を切り上げて自宅に連れて帰ることにしました。帰宅時、子猫はおとなしく、女性が用意した箱の中で寝ていました。女性が住む家に着くと、子猫は少しキャットフードを食べ、体力も戻ったようでした。しかし翌朝、子猫の状態が再度悪化し、前日の元気も見られず、息も弱々しくなっていました。急いで地元の動物病院に連れて行くと、子猫の体温が35度以下に下がっていました。獣医は子猫が助からない可能性があると診断しました。そして治療を続けるなら治療費も高額になると言い、女性に治療を続けるか聞きました。すると女性はしっかりとした眼差しで治療を続けてほしいと獣医に返答したのです。獣医は多くの薬を処方し、点滴を始めました。そして子猫がいつ死んでもおかしくない健康状態で、心の準備だけはしておいてくださいと女性に伝えます。点滴後、子猫はペットケージの中で横たわったまま、ずっと動きませんでした。その間、子猫は何度も呼吸が止まったかと思うほど弱々しい呼吸だったのです。しかし午後になると、子猫は少し体調が良くなったようで、自分で食べられるようになりました。食べる姿を見て、ようやく安心する獣医師と女性。獣医は子猫が生きられるとは思っていなかったそうです。夕方には目を開けられるようになり、子猫はペットケージ内を歩き回っていました。その後、移された箱の中で元気に遊ぶ姿も見られたのです。3日目の朝、目を大きく開けられるようになった子猫は女性の足元に寄り添い、にゃーにゃーと女性の顔を見ながら元気に鳴くようになりました。4日目、子猫の回復は順調で、食べたり飲んだりすることができていました。そして女性のそばを片時も離れなかったのです。この頃の子猫の寝床は未だに段ボール箱でした。ペットケージを用意できなかった女性はいつも申し訳ない気持ちで子猫を段ボール箱に戻していたそうです。それから1時間ほどが経過した頃、子猫の歩く姿を見ていた女性は、子猫の右後ろ足の異変に気づきます。少し歩いただけで座り込む子猫。どうやら右後ろ足に力が入らないようでした。骨折を心配した女性は再び子猫を動物病院に連れて行きました。子猫の右後ろ足は骨折はしていないとの獣医の診断でした。先天的なものかもしれないが、成長とともに良くなる可能性があるとのことだったのです。それから数日後、突然子猫の食欲が落ち、下痢をし始めました。病院に連れて行くと、獣医さんは下痢止めを子猫に飲ませます。ですが薬を2日間飲み続けても下痢は止まることがなく、さらに嘔吐もするようになったのです。再び動物病院に足を運び、獣医に診てもらい、ネコパルボウイルス感染症、コロナウイルス、寄生虫などの様々な検査をしました。しかしすべての検査結果は陰性でした。
獣医は子猫が幼すぎて体が弱く、免疫力が低く、さらに消化器系も弱いのかもしれないと言いました。すると獣医は診察中、突然、子猫の左足に怪我があることに気づきます。女性も獣医も最初は子猫の右足に問題があると思っていましたが、実は左足が怪我をしていたのです。獣医は左足に大きな感染した傷があり、その傷の洗浄が必要だと言いました。傷の洗浄中、子猫は痛がって暴れました。その様子を見ているのが辛かった女性は、涙を流しながら子猫を見守っていたのです。子猫を保護した直後に連れて行った動物病院で、獣医がもっと早く傷に気づいていれば、こんなにひどくならなかった。そして子猫の家での様子の観察を怠った自分に女性は後悔しました。子猫の左足の傷の洗浄後、家に連れ帰ると子猫はすぐに嘔吐します。再び動物病院に連れて行き、獣医から子猫に吐き気止めの注射を打ってもらいました。その後、一晩中動物病院で点滴を受けました。その日、女性は子猫のことが心配で、一睡もできなかったと言います。翌朝、女性は動物病院に足を運び、子猫を家に連れ帰りましたが、子猫はまだとても弱々しい状態でした。そしてそれから数日後、子猫の排泄物を掃除している時に白い虫を見つけ、女性は急いで動物病院に行き獣医に子猫の健康状態を伝えます。獣医は再度パルボウイルス検査をし、子猫の排泄物も調べました。そしてパルボウイルスは陰性でしたが、排泄物から寄生虫が見つかったのです。獣医は子猫は寄生虫性胃腸炎だと言い、駆虫しないとこのままずっと下痢が続くと女性に説明しました。しかし子猫はまだ幼く、体重制限のある通常の駆虫薬は使えず、市販の薬を使用することは難しい状況でした。そのため獣医さんは投与する薬の量を減らし、その効果が弱い駆虫薬を子猫に与えます。そして獣医は寄生虫が排出されるまでの数日間は下痢が続くだろうと女性に伝え、子猫の体が非常に弱っているので常に観察が必要だと女性に伝えたのです。それから数日後、幸い子猫に食欲はありました。足の傷も少しずつですが治っているようでした。ですが足の怪我のため、猫用のトイレが使えず、女性が毎日お尻を拭いてあげる必要がありました。そしてついに大きな虫を3匹排出し、その後、子猫の下痢が止まったのです。さらに足の傷にかさぶたができ、足の傷が完治するまで、もう少しといった状態でした。今では子猫の健康状態は日に日に良くなっています。家での治療中の子猫はおとなしく、無邪気に遊ぶことがなく、騒ぐこともありませんでした。ですがお腹が空くと、女性の足元に歩み寄ってきます。その時は歩きにくそうでしたが、女性の足元に来ると大きく目を開け小さな声で泣き、女性に空腹を訴えるのです。治りかけの足で無邪気に家の中を歩き回る子猫。その様子を見ている女性の表情はいつも笑顔でした。それから3週間後、家での生活にようやく慣れた子猫。足の具合も良好なようで、子猫の行動は活発になりました。女性がスリッパを履いていると、子猫は女性の足からスリッパを脱がせようと必死です。女性が遊んでくれないときは、子猫は家具に隠れて女性を観察しています。そして女性が自分に気づいてくれると足元に歩み寄ってくるのです。女性がトイレに行くと子猫は慌てて女性の後を追いかけます。女性のトイレが終わるまで入り口で待つ子猫。女性はトイレのドアを閉めることができず、可愛い子猫にいつも困らされているそうです。女性が食事の準備や子猫のご飯の準備をするためにキッチンに行くと、子猫は必ず部屋のゴミ箱を漁ります。ゴミ箱を違う場所に移動すればいいと思っている女性。ですが無邪気な子猫の様子を見ることができなくなってしまうことを寂しく感じ、なかなか移動することができないそうです。それから1ヶ月後、後ろ足も完治し、
目が大きくとても綺麗になった子猫。猫が好きではなかった女性の心を動かし、猫のことが大好きになった女性と一緒に、今も幸せな毎日を過ごしているそうです。